皆さんこんにちは、ダニーです。ウズベキスタン料理って知ってますか？ウズベキスタン料理はシルクロードの交差点で育まれた豊かな食文化です。羊肉や牛肉を使った料理が多く、米や小麦を主食にしています。また香辛料は控えめで素材の味を大切にしています。そんなウズベキスタン料理を皆さんにも知って楽しんでもらいたいので、今回は東京で食べられるウズベキスタン料理のレストランを紹介していきます。1軒目のレストランは高田馬場にあるサマルカンドテラス。まず紹介するのは代表的なウズベキスタン料理のプロフ。現地では推しとも呼ばれています。このレストランには日本では貴重なプロフ窯があり、人参や玉ねぎ、肉、米を混ぜないで炊くサマルカンド式のプロフを提供しています。メインの味付けはクミンと塩だけですが、時間をかけて作っているので米に肉の味が染み込んでいます。こちらはトルティーヤに牛ひき肉ときゅうり、トマト、チーズ、マヨネーズなどの具材を巻いて焼き上げたビンジャクという料理。そしてこちらは小麦粉を使った手延べ麺が牛肉と野菜たっぷりのスープに入っている中央アジアの人気麺料理ラグマン。辛そうな見た目ですが、麺の入ったトマトベースのミネストローネ的な優しい味付けで具たくさん。麺は結構柔らかいタイプ。こちらはマンティ。小麦粉を使った生地に牛肉や玉ねぎなどの味付けされた具材を包んで蒸した水餃子のような料理。肉汁たっぷりでジューシーに仕上がっており、玉ねぎの甘みにほのかにスパイスも香ります。ヨーグルトソースをかけて食べるのが一般的。デザートにサマルカンドハルバ。東はバングラデシュから西はモロッコまでの幅広い地域で食べられている郷土菓子です。地域ごとに調理法は異なり、サマルカンドハルバは粉乳にバター、ピスタチオ、くるみを加えて作られるそうです。次のレストランはウグイス谷にあるハラルサクラ。ハラール環境のレストランで、ムスリムの方でも安心して利用できるレストラン。まず紹介するのはウズベキスタンでよく飲まれているザクロジュース。甘酸っぱくてアセロラっぽい感じのするジュース。ウズベキスタンではザクロは豊かな家族のシンボルなのだとか。こちらはウズベク風の餃子と人参、豆、玉ねぎ、じゃがいも、ピーマンを使用したヘルシーなスープのチュチュバラ、ショルバ。スープは軽くスパイスが香り、癖のない落ち着く味。器は小さいが具たくさんなのでそこそこ満足感はある。定番のプロフももちろん提供されている。味付けはサマルカンドテラスのものよりはシンプルだが、こちらの方が油が控えめな印象。トマトとキュウリのサラダ、飲むヨーグルト、ナンのついたセットもある。3軒目のレストランは根津にあるグランドサマルカンド。2024年にオープンした比較的新しいレストランで、根津駅から徒歩数十秒という好立地。まず紹介するのはラムロースのラグマン。先ほどのサマルカンドテラスではスープタイプのラグマンを紹介しましたが、こちらのレストランには香ばしい野菜と肉のうまみに麺を絡めて焼いたラグマンが提供されている。味はトマトベースで、麺はうどんみたいに柔らかい。香ばしく焼かれたラムがトッピングされている。次に紹介するのはマストは羊肉、米、ニンニク、玉ねぎ、じゃがいも、人参、ピーマンなどが入っているトマトベースで優しい味のスープ。
そんなに酸味の強くないサワークリームがついてきて、それを入れて混ぜて食べるとのこと。おかゆではないので、米は少量で野菜の一つとして用いられているようです。こちらは牛肉の寒さ、クミンが香る牛肉と玉ねぎを詰め込んだ焼いたパンです。具は先ほど紹介したマンティの具に似ており、とても香り高い一品。パン生地は少し固め、寒さはウズベキスタンの伝統的で人気のあるストリートフードとのこと。4軒目のレストランは新井薬師前にあるバタニム。中野駅からも徒歩で行ける中央アジア料理のお店。まず紹介するのはプロフ。こちらで提供されるプロフは米と具材が混ざっているという、先ほどまで紹介されていたものとは違うスタイルです。ウズベキスタンでも地域によって味付けも異なるので、食べ比べてみるのもいいかもしれません。プロフは脂っこい料理なので、トマトとキュウリのサラダなどと一緒に食べるのが一般的らしいですよ。こちらはシャシリク。串に刺した肉をクミンなどのスパイスに漬け込み、炭火焼きにする料理でケバブに似ています。バタニムではラムとチキンのシャシリクを提供しており、香ばしくスパイシーで何度でも食べたくなる美味しさです。こちらはショルバ。大きなラム肉とじゃがいもが入ったスープで、味はあっさりめで少し酸味がありました。ショルバは東ヨーロッパや中央アジア、中東などで幅広く食されているスープやシチューの一種。5軒目のレストランは赤坂にあるグッドタイム東京赤坂。赤坂駅から徒歩5分ほどのところにある東ヨーロッパ中央アジア料理のお店。ここでは一番人気のウズベクコースを紹介します。最初に運ばれてくるのはアチクチュチュクというサラダ。塩でシンプルに味付けしてあるトマトとキュウリのサラダ。ウズベキスタンの食卓には欠かせない一品だそうです。次に運ばれてきたのは定番のプロフ。人参、ニンニク、レーズンなどが入ってるお米に、ローストされたお肉、ドライフルーツが乗っていて多彩な味。今まで食べてきたプロフとはちょっと違って楽しめました。プロフと一緒に運ばれてきたのはドルマ。ブドウの葉にひき肉や米を包む料理で、トルコなどさまざまな国で食べられています。一緒についてくるヨーグルトっぽいソースにつけて食べます。ちなみにこのドルマ、日本でおなじみのロールキャベツの起源となる料理だそう。特に癖もない味なので、思ったより食べやすかった。次に運ばれてきたのはサムサ。こちらではパンではなくパイ生地を使って作られるタイプ。スパイスの香りは控えめで、誰でも食べやすい味かなと思いました。さらに蒸し器に入って運ばれてきたのはマンティ。中身は粗めのみじん切りにされた肉と玉ねぎ。小さめだが2個入っており、このコースかなりボリュームがありますね。最後にはデザートとしてケーキとアイスクリームが運ばれてきます。これらの品々にコーヒーまでついてきます。少しお値段はしますが、満足感の高いコースでした。以上、東京でウズベキスタン料理を食べられるレストラン5店でした。ウズベキスタン料理は全体的に優しい味付けで癖が少ないので、どなたでも楽しめるのかなと思います。この動画で少しでも興味を持って体験しに行ってもらえると嬉しいです。他にもこんな国の料理が美味しいよなどの情報がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、
ぜひよろしくお願いします。